どうも、じゃあギターショップトニーク店長の小沢です。副店長の村井です。今回はトニーク店長の小沢と副店長の村井が本気でオーダーしたギターを紹介していこうと思います。オーダーしたギターはですね、モダンヴィンテージの定番とも言われる、エキゾチックギターズですね。うちの動画でも何回か紹介させていただいたり、これまで何本もオーダーさせていただいたブランドですね。エキゾチック好きですか？好きです。はい。持ってますよね。持ってます。実は。はい。私物で持ってますもんね。私物で、はい。XSC1。1ですね。はい。1本持ってます。以前高級ストラト弾き比べみたいな動画を撮った時に、確かお借りして使ったような記憶があります。黒いかっこいいやつね。はい。アッシュメープルのやつですね。あれオーダーしたやつなんでしたっけ？あれオーダーしたやつです。はい。いろいろ知ってるわけですね、エキゾチックのオーダーに関しては。じゃあそうですね。はい、今回、オーダーしたモデルたちなんですけども、合計で5本、オーダーしまして、こんな感じのモデルたちなんですが、どっちがオーダーしたかなんとなくこう分かるようなカラーの好みが出過ぎちゃってます、この一つの店舗の副店長と店長でそうですね、こうも趣味が変わるかと、そんな感じで今回オーダーした、これらのですね、何を目指してこう作ったのかとか、特徴とかそういったものを解説してサウンドチェックもやっていこうと思います。はい、ということで本編へどうぞ。早速オーダー品を紹介していきたいんですけども、その前に、エキゾチックについてまるっと解説していこうと思います。エキゾチックはですね、1996年に創業したブランドでして、カリフォルニアのガレージからスタートしたというふうな話ですね。もともとはベースだったりプリアンプだったりというものの制作から始まっていて、最初の製品はエンベローブフィルターのロボトーク1と言われていますね。2000年には運営母体となるプロサウンドコミュニケーションズインクを設立しまして、本格的にエキゾチックギターズ&エフェクツとして展開をしていくというふうな流れです。その後、AC ブースターとか RC ブースターとか BB プリアンプといった定番のペダルが登場しまして、多くの方これ手に取ったことあるのではないでしょうかと。プロの方のボードにもよく見ますよね。組み込まれてましたね。全部持ってたんじゃないですか、もしかして。BB 以外持ってたかも。小沢もRC ブースターずっと足元に入ってました。EP ブースターがめっちゃ流行ってました。EP 流行ってた。EP この後でも話で前のめりにフライング EP でした。その後ですね、2009年には拠点をバンナイズに移しまして、その頃に EP ブースターが登場しますっていうような流れですね。EP ブースター掘り下げていくと多分とんでもなく語れそうなぐらいの、そうですね、一本の動画が出来上がっちゃうかもしれない。撮れそうですね、それぐらい多分知名度もあって使用者も多いペダルの一つだと思いますね。そして2016年にはですね、非常にトラッドなデザインのストラトタイプですね、カリフォルニアクラシックシリーズの XSC1、XSC2 というものが登場しまして、これまでエフェクターとかベースという印象が強かったエキゾチックがギターブランドとしても一気に有名になるという風な流れですね。これまでもギター一応 XS シリーズとか作ってたんですけども、あと XC シリーズという風なモデルは作っていたんですけども、本格的にギターを作り始めたのはこの XSC からだと思いますね。結構モダンなギターのイメージの方がそれまでは強かったですよね。XS はもうまさにザ・モダンスだと、ピックガードもなくて、そうですね、菰口さんが使ってましたね。菰口さんの銀のやつ、あれねいいよね、あれめちゃくちゃ見てたな。エキゾチックに関してはですね、詳しい動画ありますので、よろしければそちらもぜひチェックしてみてください。ということで早速モデル紹介していこうと思います。まずは小沢がオーダーしたモデルを紹介していこうと思います。まず1本目がこちら XSC2 のブラックオーバーゴールドヘビーエイジドです。かっこよくないですか？めちゃくちゃかっこいいですね。イメージとしてはですけど、黒と金の組み合わせって最高にかっこいいと思うわけですよ、私は。例えばですけど、やっぱレスポールカスタムとか、あの辺りのカラーリング、非常にかっこいいなと思ってて、ギタリストで多分嫌いって方いないんじゃないかと。そうですね、もちろんその好きな感じでオーダーしますけど、売れるものの方がいいんじゃないかという気持ちがありまして、そのレスポールカスタムライクなものをストラトで表現したかったんですよね。いやー素晴らしいですね。めっちゃかっこいいです。で結構これってありがちじゃないですか。ブラックとゴールドを合わせてレスポールカスタム風なのをストラトであるとかジャズマスターであるとか、結構いろんなブランドさんがやられてると思うんですけど、エキゾチックってこのマルチレイヤーが非常に特徴的だと思うんですけど、ここでも黒金の組み合わせをやってしまおうという風な。素晴らしいです。そうですね。っていうのが根本的なところにあって、こんな感じでオーダーしましたね。既製品だとあんまり見かけないというか、スペックざっくり紹介していきますと、アルダーボディで 4A グレードのローステッドメイプルネック、指板がローズウッド、SSH のレイアウトにして、指板 R は 9.5 インチ、ミディアムサイズのニッケルフレットが打たれているという風な、もうザ・エキゾチックの
定番スペックというか、うん、いろんなオーダーができて、ボディそのアッシュにするとか、指板ローステッドメイプルにするとか、ピックアップレイアウトも SSS、HSH、SSH とかいろんなラインナップがあるんですけども、もう最も主流のようなスペックに仕上げました。新品で58万9600円で販売中でございます。基礎チックをオーダーしようってなって、社長から5本考えてくれという話がありまして、小沢が一応3本、フライが2本みたいな形で分けたんですけども、何にしようと思って最初に思いついたのがこれでした。ブラックとゴールドで高級感が非常にあるんですけども、エイジングによってかなり使い込まれてて、風格もあってすごいいいんじゃないかなと思ってますね。個人的にすごい自信作です。自信作っていうとなんか作ったみたいな確かにビルダー感が今ただ注文しただけなんで。でも意外とないよね。エキゾチックをオーダーするときにさ、見るじゃない。デジマートとかで他のお店どういうのやってんだろうみたいな。被ったらちょっと嫌だしみたいな。そうですね。市場にないことは前提として考えたりとかしますよね。意外となかったっていう風な感じで。いや、いいですね。金なのにやらしたがないのがいいですね。確かにそうですね。やっぱエイジドといい感じに組み合わさって、そうだね。嫌なゲラつきがないっていう。テッカテカの金じゃないからね。テッカテカの金だったら多分これ深夜のドンキに止まってるアルファードみたいなカラーリングになってるんじゃないかなって。こちらがまず小沢の1本目です。続いて紹介するのがこちら XSC2 のブラックオーバーシルバーですね。金があったので銀じゃねみたいな。これさっきの銀にしただけじゃないですか。そうです。まさにそうです。我々ポケモン割と世代じゃないですか。金銀ですか、やっぱり。金といえばやっぱ銀が出てくるっていうことで。じゃあこれはもうルギア的な存在ですか。そうそう。さっきの全然鳳凰っぽくなかったです。ポジションとしてはこっちがルギアですね、でも。さっきのはもう完全に黒と金でやりたかったんで、もちろんハードウェアは金ですし、下地も金でってやってたんですけど、こっちに関しては下地銀になってるんで、ハードウェアも全部クロームにして、ちゃんと統一感があるようにしましたね。さすがにこのカラーリングにしてゴールドパーツ乗せるっていうのはなかなかストロングスタイルですよね。そうですね。ちょっと派手すぎちゃうかもしれないです。結構新しいかもしれないですけど、黒とのマルチレイヤーっていうのはこれまでエキゾチックって3回オーダーさせていただいてるんですけど、2回目にオーダーした時に下地がレイクプラシッドブルーでトップが黒でっていうのをやって、ハードウェアはこの辺黒にしてみたいな、ちょっとジェームス・タイラーのブルーシミアみたいな感じのスタイルのを作りたかったんですよね。ジェームス・タイラーもオーダーできなかったんで、それっぽいやつをエキゾチックで作ったらどうなるかなと思ってやったこの黒トップ、それがものすごく大正解だったんで、今回もちょっと取り入れていこうかなと思った所存でございます。スペックに関してはアルダーボディでローステッドメイプルネック 4A グレードですね。ローズウッド指板 R は 9.5 インチで SSH レイアウトでっていう風なところで、スペック自体は同じです。こちら価格が新品で56万3200円で販売中でございます。ゴールドパーツじゃない分ちょっと安いみたいな。そうです。ですよね。アップチャージがかかるので、ゴールドパーツは。ちなみにこのマルチレイヤーとヘビーエイジのもアップチャージかかってますので、個人的にはもうアップチャージかけてもやっぱこの感じは作りたいというか、こだわりがありましたね。そうですね。実機を確認してみるとかなり無機質な感じ、さっきの派手とはまた違うような仕事道具みたいな雰囲気になってて、この辺やっぱエキゾチックのセンスが光りますよね、やっぱり。いや、渋いですね。渋いです。村井さん、この黒銀をすごい気に入ってくださっていたというふうな噂を聞いたんですが、先に3本小田さんのオーダー分が入荷したんですけど、これやられたわーってちょっと思いましたね。これやられたぞ。構想的にね。確かに黒金もかっこよかったので、黒銀も非常にかっこいいなと思っております。3本目がですね、XSC2 のオリンピックホワイトオーバーゴールドヘビーエイジとでゴールドパーツという風なモデルなんですけども、こちらオーダーして割とすぐに売約済みになりましたので、ちょっと物自体はないんですけど、トニックでもちろんカスタムオーダーもできますので、白金に関してはですね、黒金を考えて、黒銀を考えて、じゃあ白いけるなみたいな。白金。じゃあ全部黒金派生なんですね。黒金から始まってます。そこからで、白金ありじゃねっていうので、考えました。白金でなんかかっこいいモデルないかなみたいな思ってたんですけど、ちょっと調べてみると、ラルカンシェルのケンさんのシグネチャーモデルあるじゃないですか。エルボーが。そうです。金になってて、透明のピックガードの。で、あれ、ちょっとかっこいいなと思ってたのもあり、あの雰囲気で手に取りやすい価格ではなく、もうがっつりハイエンドなモデルで作ったら面白いんじゃないっていう風なと
ところがありましたね。で白金のカラーリングで欲しいって方たくさんいるとは思うんですけども、その中でさらにちょっとこう上のランクの個体としてちょっと作りたかったなっていう風な形ですね。その個体に関しては白をベースにしてるので、指板に関してはローズウッドではなくてローステッドメイプルに一応してますね。スペックとしては先ほどの黒金と黒銀と同じです。こうやってなってくると、白銀もありじゃねっていう風に今思ってる自分がいます。いや、ありだと思いますよ。入荷の可能性はありということで。このめかし。まとめますと、今回小沢はですね、合計で3本オーダーしたんですけど、それぞれこうマルチレイヤーの仕様で、下地に合わせた金属パーツ、トップに合わせたハードウェアっていう風な形で組み合わせるっていう風な共通点を持たせました。で、見た目は非常に派手だと思うんですけども、エキゾチックの定番のスペックに仕上げたので、エキゾチックの実用性の高さとか、そのサウンドバリエーションだったり、サウンドの素晴らしさみたいなものは、存分に感じられるんじゃないかと思っておりますので、めちゃくちゃおすすめです。ちなみに黒金、今店頭に物はあるんですけども、この撮影をする前に売れまして、嬉しいですね。オーダー品が売れるみたいな。いいですね。近いこうセンスをお持ちの方がいらっしゃるのかもしれない。ぜひお会いしたいなと。お会いしたい。黒金の方海外でした。海外の方でしたけど。でも割と小沢も海外かぶれなところがあると思うんで。はい。ありますか、海外かぶれなところ。以上が小沢がオーダーした3本ですね。続いて村井のターンです。どうぞ。では続いて村井のターンです。1本目、じゃーん、こちらになります。XSC1 フェイデッドソニックブルーヘビーエイジド。トラットですね。トラットです。非常にトラットです。コンセプトなんですけど、今回僕2本オーダーする権利を与えられまして、権利を、はい、権利をXSC1 と21本ずつをやろうかなって最初に決めたんですよ。小沢は全部2だったからね。全部2。やっぱね、ワンないと。ワンないと。そうですよね。小沢さんが全部2いたのも横で見てたんで、はい。これワン1本いっとくかみたいなのがあったんですけど、2本あるうちワンツーで1本ずつ、かつかなりオーソドックスなモデルと逆にモダンなやつっていうふうに自分の中でこう分けて考えて、 XSC1 はとにかくトラットかつスタンダードな1本で XSC1 のですねうまみをしっかり堪能できる的な。いいっすね。はい。色がですね、ソニックブルーです。定番ですね。定番ですね。でもちょっと違うよね。そうなんです。なんだろう。水色すぎず。はい。絶妙なカラーですよね。僕ソニックブルー大好きなんですけど、ソニックブルーって幅半端なくないですか？あ、確かにね。はい。ポップな感じのもあればみたいなね。フェンダーとかでほぼ白じゃんみたいなソニックブルーがありますよね。ある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 。どんなソニックブルー来るんだろうみたいなちょっとあったんですけど、さすがエキゾチックさん。もともとあれだよね、カラーのチャートというかラインナップみたいなところになかったんだよね。フェーデッドソニックブルーが。そうです。なくて、できますかっていうふうに確認したらできますってなって、よっしゃーだよね。そうですね。できらーってことで、絶妙なこの渋さというか、はい。そうだね。はい。この感じがかっこいいよね。かっこいいです。もうレザーチェックとかもすごく映えるカラーでして、ピックガードのカラーとの組み合わせもね、非常に。ミントグリーンのね。これ黒とかやばくないですか？上手い人が絶対買ってるやつで。そうそうそう。これ牛バッグからヌって出したら、もうちょっと会場が手だれの方がもう絶対うまいやんってなりますよね。いや間違いないです。パワーコードとか弾けないんじゃないですか？これちょっと物理かもす。物理かもす。いや全然まあ3シングルもね、3シングルのスタートでパワーコード弾く人もいますから。そうです。トラットかつオーソドックスなザ・イーストラトがテーマです。お値段がですね、51万9200円で販売中です。はい。ちょっと価格抑えめになるね。マルチレイヤーじゃないとか、ゴールドパーツじゃないとか。はい。エイジングはヘビーエイジとかでも。ヘビーです。ね。エイジングぐらいじゃないですか？アップチャージ。この中でかかってるアップチャージはそれだ。メープルネックも特にアップチャージしてないですし、めっちゃこのハイエンドストラトで着心地も良くて音も良くてみたいなところでオーダーをしてエイジングもあってこの価格って
なかなかです。すごいですよね、このご時世で。今回できるだけお手に取りやすいような価格帯にしたかったっていう狙いもあって、まあ割とメープルネックとかちょっとよぎったんですけど、アップチャージも。テルトチックは 4A グレード、5A グレード、マスターグレードっていう風に選べるんですよね、メープルが。課金するほどこう木目がすごいネックがくるというシステムなんですけど。でもさ、4A で十分かっこいいの多いじゃん。なんならこういうトラットなモデルだったら、そんなバリトラじゃない方がむしろ入るんじゃないかなっていう考えもあって、もうアップチャージできるだけなしで、その中でめっちゃかっこいいスラットを作ってやろうっていうので作ったのがいいですね。これボディ材とかはあれだよね、アルダーで、メープルで、ローズシバンで、ピックアップは60だよね。もう全部言ってくれた、もう。もう完全 60s ストラトモチーフで。そうです。これヘビーエイジドなんですけど、そこまでヘビーじゃない。あれかな、なんかマルチレイヤーとかだと結構がっつり入れるようにしてて、単色系とかだとヘビーでもやっぱこれぐらいに抑えるのかな。ありえますね。やっぱ下地の色を出したいみたいな狙いがあって、よりちょっとヘビーなのかもしれない。だからこのヘビー中のライトエイジですね。マルチレイヤーのヘビーエイジドの方が職人さんたちはもうわーっテンション上げてやってるかもしれないです。これは逆に引き算でやってます。そっちの美学で。そうです。はい、そんな感じです。以上、こちらが村井オーダーの XSC1 1本目でした。ではこちらが村井オーダーの XSC2 本目。どうですか？いやこれはね、俺ちょっと革命だと思う。革命？本当に。いや本当そうですよね。革命起こしちゃいました。いやこれすごいと思う。語ってほしい。これに関しては。先ほどですね、XSC2 はモダンな仕様にしようっていう風な話したんですけど、まさにそういうイメージで作ったのがこちらです。マルチレイヤーなんですけど、サーフグリーンの下にシャウトグリーン、同系統の色のメタリックカラーを下地にすることによって濃淡というかギラつきというか、これすごいと思う。これめっちゃいいですよね。同じ系統の色で重ねるっていうのはあんまりない発想だと思っていて、いいですよね。さっき小沢さんのオーダーのギターでジェームス・タイラーの話あったんですけど、僕まさにこれもジェームス・タイラー的発想。そうだね。そうです。ジェームス・タイラーのやっぱシュミアカラーの同系統の色のやつらあるじゃないですか。ある。あれ結構僕好きで、まさにそんなイメージでですね、緑というかでマルチレイヤーにしたっていう感じですね。しかもピックガードもミントグリーンだから。そうです。緑。めっちゃ緑です。でも遠目に見ると別に緑じゃないみたいな、ちょっと微妙か今の。でも統一感があるよね、とてもね。そうです。これめちゃくちゃかっこよくて、もう開封した時小躍りしたぐらいの、小躍りしたぐらいのテンションの上がり。普通に僕が欲しいですからね、これ。ぜひ。そうですね。そうですね。2本目のエキゾチックとして2本、まだ2持ってないですから。そうだよね。少し前に出した動画で2ロックアンプの動画私出したんですけど、ちょっと似たような色。やっぱ僕サーフグリーンとかシーフォームグリーンとかそういう色大好きなんですよ。緑が好きなんですかね。緑っていうかターコイズっぽい色。そうなんですよね。男性が持てばかっこいいし、女性が持てば麗しい。ちょっと微妙な表現なんですけど、あんま可愛いとか言うべきじゃないかなってコンプラを今考えて一瞬でふーって言って出た言葉が今麗しいでした。結構さ、このカラーリング俺はねちょっと敷居が高く感じるんだけど、サーフグリーンとかシーフォームグリーンって少しこうおしゃれな人が持ってそうな印象があるんだけど、そこにこのエイジングとこのシャウトグリーンがあると一気にこう締まる感じがあってね、いいっすね。いいっすよね。さっきモダンの話したんですけど、使用これステンレスフレット使ってます。XSC でステンレス多分結構珍しいと思います。あんまり見かけないですね。XSC シリーズとかXTC シリーズって割とこうトラットなサウンドが出力できることが特徴な中で、やっぱちょっとステンレスっていうチョイスはややモダンによるので、またこう今まで XSC2 とかを触ってきた人でもまた新鮮だと思いますね。ある意味 XSC のコンセプトからこう外れかねないというか、あえていくっていうのは
これ僕の考えです。シバン R もね、12だよね。そうですね。あえてです。それもよりプレイアビリティ重視、テクニカルなプレイにもより対応しやすい。まあもともと弾きやすいですけどね。そうね。はい。でもよりです。よりだね。はい。例えばニハムのギター、アイバニーズの RG、そういうザハイエンド系を使ってきた方がちょっとトラットな感じに寄りたいとか、そういう時持ち替えても全く違和感なく、いきなりシュレッドシュレッドシュレッドでいけるっていう。この間ちょっと接客入った時に、このエキゾチックのオーダー品見に来ましたみたいな方がいらっしゃって、それぞれを説明してって時にこれのスペックを話したんだよね。あえてシバン R12 インチにしてステンレスフレットでみたいな話してまさに同じようなこと言って、アイバニーズとかの最高峰のでこういうのっていう風な感じを伝えた。今結構どっちだってありました俺。お客様の反応が何してくれてんだよだった可能性もあったっていう、色いいのになみたいな。RG っていうよりかはなんか AZ のことを話したかな俺は。まさに AZ のハイエンド版みたいな。そうですね、まさしくって感じですね。そこはリンクしてたね。はい、ちゃんとよかったです。狙い通りというか、はい。これ余談なんですけど、先日友人がこのギターネットで見て、これ村井だろうって LINE 来ました。お前が頼みそうな色してるって言われて LINE 飛んでくるんですよ。いただきました。あとうちの若いスタッフも村井さんっぽいなって言ってるらしいです。それはなんかね、言ってました。言ってた。俺も聞いてるそれ。やっぱそこも含めてもう僕好みの一本になっちゃいましたね。すごいね、LINE 来るってすごい相当だから俺だったんですかこれ。じゃないかな。見えたんじゃないもう。その友人この前来店したんですけど、PRS 買ってくれたんですけど、あの人ね。はい。これそうしてめちゃくちゃ評判良くて、ついでに買おうかなって言ってたんですけど、さすがに PRS と2本持ち帰るのはちょっとあれだったみたいで。とんでもないですそれ。そのご友人はどれぐらいの頻度でやり取りをする中？いやでも盆正月必ず会ってるのと、じゃあでも仲いいですね。あとたまにインスタとかコメントくれるぐらいの感じですね。この数年間さ連絡なかった人とかからさ、これ見てなんかそれやばいっすね。なんかわすげえなと思ったけど、そこまでの話じゃない。なるほどね。さすがにな。さすがにそれきっかけでなんか久しぶりに連絡取ったら熱いっすよね。そうね。エキゾチックコミュニティが爆散してしまうという。気になるお値段なんですけど、59万4000円で販売中です。もりもりにオプションつけてるんで、そのぐらいはするだろうっていう感じの値段ですね。マルチレイヤーとヘビーエイジドとステンレスフレットですね。さようでございます。とはいえね、今こうステンレスフレット採用したハイエンドモデルたちっていうのは軒並み100万近くやってますから。そうですね。そのあたりももちろんいいですけど、遜色ないブランドだと思っておりますので。というわけで私村井のオーダーしたギター2本目以上です。そんな感じで4本解説しまして、気になるところってやっぱり音というところで、ミコのチャンネルではこういった多分紹介動画でもちゃんとサウンドチェックをやるので、早速やっていこうと思います。小沢がこうまず最初に弾いて、でその後村井が弾くというような流れでやっていこうと思いますんで、いや小沢さんのやつ仕様一緒じゃないですか。そうね。チェックもないでしょっていうのは。色違うだけだね。逆に違ってたらそれはそれでみたいな、まああるのかもしれないですけど、ある意味ちょっとこう個体差的なものがあるかもしれないんですが、そうですね。なので小沢と村井が思うおすすめの一本を鳴らしましょうかね。そうですね。そんな感じでできればと思いますんで。小沢さんどっち行くんですか？俺はね黒銀を。銀。わかりました。黒銀でいきます。いやどうしよう。どっちでもいいっすよ。言っちゃダメか？いやいいと思う。色違いだからね別に変わんないけど、なんか気持ちの面で。でも黒金売れてんだよな。あ、そっか。売約済みの引くわけにいかないから銀っすね。そうだね。ということで僕はもう2で。2ね。1と2。いや違う。ステンレスフレットだからね。そうだね。確かに違いますからね。そんな感じで小沢はじゃあ XSC2 の黒金で、村井は XSC2 の緑。早速鳴らしていこうと思います。ということで音聞いてみてください。
それぞれお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか？安定のエキゾチックさん、クオリティ。サウンドはもう間違いないですし、やっぱあと弾きやすいよね。音は本当にトラッドなストラトさんのモチーフにしてはいるんですけども、何より弾きやすいと。僕のオーダーしたやつのステンレスのやつもなんか嫌なステンレスっぽさとかは全くなかったですね。ちゃんとトラッドさも残しつつ感じがあって、やっぱバランスいいですね。すごく。結局オーダーってやっぱ写真とか何か送ってやってないじゃないですか。割とこう頭の中で構想を練って、もちろんその参考にするモデルみたいなものはいろいろ調べてはやるんですけども、イメージ通りというか、イメージ以上のものが作っていただけたんじゃないかなと、思いますね。めちゃくちゃやっぱかっこいいですよね。どれもさっきも話したけど、これまで3回オーダーしていて、でしかもそのちょいちょいこう中古も入ってきたりとか、メーカーさんの方からこれどうですかみたいなものとかも入ってくるんですけども、総じてかっこいいです。かっこいいですね。かっこいいですね。地味にエキゾチックだいぶ多分取り扱ってるんじゃないですか。そうだね。結構入れた気がする。そうですね。そうなると中古新品、そうですね。こうイメージもこれからどんどんつけていけたらいいですよね。そうですね。うち PRS もやっぱ多いじゃないですか。そうですね。ストラトでフェンダーじゃないところでいくと、今エキゾチックとやっぱシルバースカイ相当強くて、結構どっちも惹かれるお客様はいらっしゃるので、そういうところでも比べていただいてもいいかもしれないですね。エキゾチックに関してはですね、トニークでもちろんお客様からのカスタムオーダーも承っておりますので、いつでもご相談いただければと思います。今回そのオーダーする際にですね、イメージこうなんですってメーカーさんに伝えた時に、このカラーとかいいんじゃないですかみたいな。アイデアをこう出してくれたりみたいなのがあって、ただこっちが頼んだものを向こうが「はいじゃあ作ります」みたいな感じで作って「じゃあ納品です」とかじゃなくて、そうですね、ちゃんとこのイメージだったらこのカラーいいですよとか、これいいですよみたいな、いろいろとこう確認してくれたりとか。そうですね、結構知見を述べていただけて、逆にちょっとこの色の組み合わせだったら下地の色との組み合わせこうなっちゃうかもみたいな、そういう話もしてくれますよ。そうっす。なんかそういうのってめちゃくちゃ嬉しいですよね。一緒にこう作ってる感があって、こっちもすごい楽しかったですね。そうですね。でちゃんと満足いくものが納品されみたいな感じで、こういうのって割と楽器屋さんやっててよかったなと思うところの特権の一つじゃないですか。ですね。オーダーで、もちろん好き勝手に思いつきでパーってやるわけじゃないんですけど、でも自分でこう仕様とかこだわって入荷したものをお客様に販売できるっていうのは楽しいですよね。それをこう売れるっていうのもやっぱいいですね。いいですね。個人でね、例えば今回俺黒金、黒銀、白金オーダーするっつって180万ぐらいでしょ。体一つなのに3本たのに180万。似た仕様をオーダーする強靭として強靭としてエキゾチックさん側も多分困惑しちゃいますよ。そうだね。個人のオーダーでこの3本来たらね。先ほどお伝えしたようにですね、トニックでエキゾチックのカスタムオーダーもちろん承っておりまして、いろんなこの選択肢があるんですけども、今トニックの店頭にたくさんこうエキゾチックのギターありますし、今潤沢にあるからいろんな仕様の違いをこう試せますよね。そう、12インチどうなのかなって、やっぱりわからないじゃない、握ってみないと。しかも結構違いますからね。でその辺とかもこう納得した上でスペック固められますので、気軽にご相談いただければと思います。まだ在庫があるうちにって話ですか？そうです。早い段階でね。今回のオーダー分に関してはかなり反響があると思うので、なくなっちゃうかなと思ってますので。ちなみに今って追加でオーダーしてますもんね。5本してます。5本。はい、5本です。5本頼めるのがいいですよね。本当に5本頼んでいいんだ。だって最初9店舗の頃、めちゃくちゃ頑張って2本。本当に。超練んなきゃいけなくて。そうですよね。この仕様にした理由とかかなり説明しなきゃなかったですよね。もちろん。これなら売れるみたいな。規模がね変わってきたので、おかげさまでみたいなところはありますが、ということで皆様いかがでしたでしょうか。このモデル音良かった、かっこいいとか、今度こういうモデルも紹介してとか、何やらありましたらぜひぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。
正月企画ぶりっすね。はい。2人体制がですよね。2人体制が。はい。正月企画、かなり反響があったというか、結構面白いと言ってくれる方がいまして、一緒にできたらなと思っていたタイミングでエキゾチックが来たので、オーダー系の紹介って多分これまでやったことがないですね。から今回初がエキゾチックということでめちゃくちゃいいっすね。今後もねそのオーダー系いろいろ入ってきたら紹介できたらなと思いますね。楽器店さんやってるじゃない。やってますね。誰々がオーダーした紹介みたいな、こういうのやっていけたら面白いなと、思っております。2人で撮る方が撮りやすいかもしれないです。1人で僕この前初めてやったんですけど、誰も突っ込んでくれないからどうしても真面目すぎ、いいんですけど真面目で何回行って帰ってくるっていう、そこがやっぱり面白いかな、楽しいというか、安心感もあるなって感じします。ちょっとだからやっぱちょけるのに勇気がいる一人だとね。で別にその俺も普段こう一人で皆さん向こうでさカメラチェックをしてるじゃない。この間こう逆になってみてこうどんな気持ちなんだろうなみたいな思った時にさ、別になんかボケてきたとしても面白いなと思って全然聞いてるのよ。でもやっぱ言ってる側からするとちょっとこう恥ずかしいみたいな。そうですね。一抹の恥じらいがありましたよ。そうだよね。でも別に聞いてる側はそんななんか思わなかったよ。あ、そうですか。普段村井さんどう思ってるのかわかんないけど、なんか小沢がしとけた時俺結構笑ってませんかな。結構笑ってると思いますよ。ちょいちょいねいろんなスタッフが出てできたらいいよね。今週1投稿だけどさ、そうですね。本編どんどん増やしてねできたりしたら面白そうだなとも思いつつ、次は何かじゃあお盆企画とかですか？タイミングとしてはそうかもね。正月のああいう感じの企画で特別なやつやって、今回オーダーでやって5月でしょ。そうです。次はお盆何やろうかね。何ですかね。でもまだ私物取れるもんね。まだまだいけます。でも僕ギークインボックスでも私物紹介して、私物紹介野郎になっちゃうかもしれない。そんなに紹介したいっていうわけではない。別に必要だからしてるだけなんですけど。私物紹介すぎるとさ、足つくんですよ。どっかで。しかもオーダーもの結構あるんですよ。出しづらいのもあったりして、ちょっといわばエンタメ寄りというか、そういう動画もたまにはいいですよね。そうだね、本当に。いつも結構真面目じゃないですか、僕らの動画。真面目です。真面目ですよね。だいぶ真面目だと。辞任は真面目なギターチャンネルです。そうですね、本当に。たまにはね、こういうね。お盆でも何やろうかね。僕今考えてるのが PRS のバードインレイの鳥全部違うじゃないですか。あれをバードウォッチングで写真全部撮るっていう企画ですね。日本でできんのか。日本で完結できるかわかんないね。3泊ぐらいする予定です。会長の経費使って。バードウォッチング行ってきます。ちょっと企画が通るかわからないですけど。うわーでもやってみたいわ。すごいやってみたい。逆に素人2人で行って今だみたいなとか、多分鳥とか朝めっちゃ早いじゃないですか。わかんないですけど。張り込みとかしたいですよね。飛んでるとこ飛んなきゃいけないのね。じゃあ相当難しいですね。超むずいと思うな。機材の面でも多分。いいなそれ。バードインレイね。バードインレイです。前にちょっと一個企画考えて、ちょっとボツになったのが機器 PRS をやりたいなって個人的に思ってて、ダウンタウン好きなんですよ。やっぱガキの使いをもうちっちゃい頃から見て育ってるんで、機器シリーズの PRS ギター版。誰かが弾いてスタッフが当てれるかみたいな。そう、俺目隠しして後ろで村井さん弾いて音聞いて SE カスタムにしようみたいな。分かったらすごすぎ。すごいっすね。本当に。それ通んなかったんですか？俺なんかね、そうちょっとふざけすぎ。当時そんな感じでダメだったんだけど、今だったらもしかしたらできるかもしれない。当時 SE ディーラーだったから SE だけで、ちょっと US と SE 全部ごっちゃになるとさすがに多分分かんないと思うから。いよいよ難しいですね。いよいよ難しいから分母が今半端ないんで。そうない数だから。まあだから SE で SE カスタム 24S、SE マッカディ594、SE スペシャルセミホロー、SE シルバースカイと SENF53 とみたいな、そのあたりで6本ぐらいとかでできたら面白そうだなと。面白いですね。できたらやろうね。じゃあやりたいですね。コメントでなんかやってほしいって思った人いたら後押ししてもらう気ですか？もしかして。背中押してほしい。そしたら僕は野鳥企画をしてほしい。野鳥企画でなんかさ、50件ぐらいコメント来てさ、なんかやってくださいみたいな。やらざるを得ない空気になるっていう。それはそれでちょっと僕らも心の準備がいるかもしれないです。ないかな、鳥の動物園みたいなさ。
そこに全部いたらいいんだけどね。そうしたらもう一日で終わっちゃう。小話めちゃくちゃ長くなってしまったんですが、ギターショップトニック頑張って営業しておりますので、これからもよろしくお願いします。ということで、この動画が面白かったという方は、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆さん本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね、ギターショップトニック営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。現在トニックではですね、買い取りめちゃくちゃ頑張っておりまして、使わなくなったギターとか、ちょっと買い替えようかなと思っているギターありましたら、気軽にご相談いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。よいしょ。